どんな方法であれ発電するにはスペースが必要です。石炭発電であれば鉱山とそれを燃やして熱を電気に変換する発電所が必要です。原子力発電にはウラン鉱山、ウランを生成する施設、原子炉と使用済み燃料を安全に保管する場所が必要です。再生可能エネルギーには風力タービンやソーラーパネルが必要です。必要なスペースは発電源によって異なります。石炭のような化石燃料で10ワットの電球に電力を供給するとしましょう。化石燃料は平方メートルあたり最大2000ワットを生成することができるため、クレジットカードサイズの土地があれば電球に電力供給できます。原子力発電なら手のひらほどの面積で済むかもしれません。太陽光発電では少なくとも 0.3 平方メートルの土地が必要です。カフェのトレーの2倍の面積です。風力発電では約7平方メートル。電球への電力供給に駐車場1台分のスペースの約半分がいります。町、国、そして世界中への電力供給を考えると必要なスペースはあっという間に膨れ上がります。今日世界では3兆ワットの電力が使用されています。化石燃料だけで全世界に電力を供給するには少なくとも約1200平方キロメートル、つまりグランドバハマ島とほぼ同じ面積が必要になります。原子力では最低でも約4倍の約4000平方キロメートル。デラウェア州より少し狭い面積が必要になります。太陽光発電では少なくとも9万5000平方キロメートル。韓国の面積とほぼ同じ面積が必要です。風力発電ではメキシコの面積に相当する200万になります。1平方メートルあたりの発電量は電源によって異なりますが、これらの数字から必要なスペースの見当をつけることができます。またエネルギーインフラを砂漠に建設するのか、熱帯雨林なのか、街中なのか、または海なのかで見通しは全く違ってきます。どの程度スペースを占有するのかもエネルギー源によって非常に異なります。風力発電を例にとってみましょう。風力タービンは1機からの乱気流が他のタービンの効率を下げないように半キロメートル間隔での設置が必要な場合もあります。そのため風力発電に使われる土地の大部分は他の用途もに利用できます。しかし都市その他の人口密集地域では電力需要が高く、付近にはあまりスペースがないため基本的な面積はやはり重要です。現在の電力インフラは電気の貯蔵や長距離送電よりも発電した場合の方が効率的に機能します。スペースの需要は長距離の場合に限られますが、2020年時点の電力供給の3分の2は化石燃料からのものです。毎年大気中に放出される500億トン以上の温室効果ガスのうち約 27% が発電によるもので、気候変動とその悪影響を加速させています。化石燃料は既存技術の中で必要なスペースが最小ですが、依存し続けることはできません。コストについても考慮が必要です。原発は温室効果ガスを排出せず広大なスペースも不要ですが、ソーラーパネルや風力タービンよりも建設コストがはるかに高く、廃棄物処理の問題もあります。再生可能エネルギーは化石燃料による発電所とは異なり、発電のために燃料を購入し続ける必要がないため限界費用がほとんどありません。しかし大量の風と日光が必要なため場所を選ばなくてはなりません。有害な温室効果ガスの排出を排除しつつ全世界に電力を供給するための最善の選択肢は一つには絞れません。原発が化石燃料に代わる最善の選択肢となる地域もあるでしょう。米国のように天然資源が豊富で電力のほとんどまたは全てを再生可能エネルギーで賄える地域もあります。そしてエネルギー源における全般的な改善が必要です。原子力であれば安全性の向上、再生可能エネルギーであれば貯蔵と輸送の容易化です。我々は世界を救うツールと知識は持っています。しかし次の段階は何でしょう。edo.ted.com/earthschool に行ってロードマップを開き、違いを見せるために取るべき行動を固めよう。